皆さんこんにちは。ただいまご紹介されました私、クロスフィールド人材研究所代表の社会保険労務士をやっております三浦と申します。本日はお忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。うちの方がですねマイナンバー制度の、説明会っていいますかですね、勉強会といいますか2月の24日から始めて今回で5回目になります。前回がですね下のですね、パレアでその100名120名ぐらいですかね、入るところでさせていただいたんですけども、皆さんもご存知のように10月の5日施行というふうなことで、もう1ヶ月前になります。1ヶ月前なので、もうきちっと、今まで以上にですね多くの方に聞いていただければというふうな考えで、パレアホールですね、こちらの会場を取らせていただきました。で皆様にはですね、ちょっと狭いところで、大変申し訳ないとは思ってますけども、一人でも多くの方にですね、今日話を聞いていただきで、お話聞いていただいた方がですね、もしよろしければまた今後もですね、マイナンバー制度について説明会といいますかそういうふうなのを催していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。今日も日経新聞、熊日でしたっけ、熊日も確か一面に法改正のことが載ってたと思いますけど、見られてますかね。こういうふうな感じでですね、どんどん変わってます。どんどん変わってっていうふうなことで、私もですねいろんなところでお話をさせていただきました。でですね、盆過ぎからお盆過ぎからですねまた内容を変えてからですね、今日に臨んでるわけですけども、ですね、順次変わってます。ニーズがもう今は実務対応をやってくれっていうような声が多いですので、もしかしたら今日初めての方もいらっしゃるかもしれませんけど、概要についてっていうふうなのは先ほどですね画面でお見せしてました動画とかですね、そういうふうなのを見ていただいて、今日は可能な限り後半の方になりますけども実務ですね、今日は経理担当者、総務人事担当者の方多く来られていると思いますので、そういうふうな方々にですね、しっかり聞いていただいて、実務に、お役立ていただければと思っております。で、今日前半と後半っていうふうなことで、ちょっと途中でですね切れるかもしれませんけども、こういうふうなスケジュールで、お話をさせていただきます。一番上からですねマイナンバー制度の概要っていうふうなことです。概要ですね。であと将来像っていうふうなことで、ここが今日の、新聞、昨日今日の新聞に載ってたような内容もお話ができるかなと思っております。順次2番のところが変わってるんですね。順次変わってるんですね。昨日衆議院通過したっていうふうなのもありますけど、その前からですね、少しずつ政府決定方針っていうふうなので変わってる、ここについて興味あられる方もいらっしゃるかと思うので、お話、重点的にやろうと思います。であとは実務対応っていうふうなことで、2つに分けています。1つ目は組織企業全体として対応するっていうふうなことになります。例えば、システム、例えばウイルスソフトだったりとかのセキュリティ対策ですね、そういうふうに投資も場合によってはかかってくるかもしれない。あとは、組織対応っていうふうなことで、例えばですね規定作りとか、そういうふうなのが全体の対応かなというふうなところで、お話をします。でここはもう本当にですね実務対応、この4番目後の方になりますけど、経理担当者、人事担当者の方っていうのはここは集中して聞いていただければありがたいなと思っております。で最後に委託とシステムの活用っていうふうなことでお話をします。一番下はですね最近多く質問を受けるようになりました。委託っていうのはどういうことかというと、私たち社会保険労務士だったりとか税理士の先生、今日はお隣ですかね、10階と9階でそれぞれ、税理士の先生がマイナンバーのセミナーをTKC の先生ですけどもされてるようですね、同じ時間帯に。税理士と我々がメインのところになるかなと思いますけど、委託っていうのはそういうことになります。でシステム、あとは税理士、社労士、そのあたりの、皆さんとの連携についてっていうのはどうすればいいんだっていうのをご質問最近増えてきましたので、ここについて最後になりますけど、時間が許す限りですねいろんなシステム会社の話をしていこうと思います。今日は協賛いただいている、リコンさんとかですね、後ろに展示してありますけど、ベンダーさんでは OBC さんと、あと OK さん、
あとは介護請求ソフトでは、今日医療関係の方も来られてますけど ND ソフトウェアさんお入れいただいてます。その方についてもお話をですねさせていただくことになっております。じゃあ中身に入っていきますね。でマイナンバーとはっていうふうなことでちょっと概要基礎的な理解として簡単にお話をすると、省庁が複数関与しているっていうふうなことで分かりにくくなってですね、通常であれば例えば税理士であれば国税、財務省国税とかですね、そういうふうな流れになっている。我々で言うならばここですね、厚生労働省っていうふうなことになります。管轄がですね。でここにありますように今回は非常に分かりにくくしているのが内閣府、総務省、国税庁、厚生労働省っていうふうにたくさんの省庁が絡んでいる。一番中心になっているのは左からですね、内閣府、総務省っていうふうなことになります。で、法律を見ていくとこの下ですね、マイナンバー法、番号法って言ったりとかします。あとは税法ですね、税法、ここは国税庁にリンクしているという感じですね。マイナンバー法、番号法ですね、今日は番号法っていうふうな形で、お話をさせていただくと思うんです。これ一緒です。でここは内閣府、総務省っていうのが管轄していると。で厚生労働省ですね、今日人事担当者の方来られているかと思いますけど、雇用保険関係、社会保険関係、そのあたりを、社会保険法っていうふうに一括りで考えてますので、こういうふうな流れですね。非常にまたがっているので分かりにくいというところですね。皆様いろんな専門家の方の話聞かれたかもしれませんけど、話す立ち位置によってもしかしたら変わってくるかもしれないですね。税理士の先生であれば税金税法関係が中心になるかと思います。で私たちで言うならば労働保険とか、健康保険、厚生年金、そのあたりが立ち位置ですので、中心となって話をさせていただいているかもしれません。